バッコンバッコン可愛がってやるぞ。皆さんこんにちは、激地です。今回はワバジャックで簡単にインストールできるスカイリムのモッドリストつゆだくをバージョン 1.4 にマイナーアップデートしましたので、その内容と導入方法とゲーム起動までの準備について紹介します。このリストはコミュニティシェーダー 1.5.2 をベースに約1400個のモッドで構成しています。今回のマイナーアップデートの変更点としてはコミュニティシェーダーがメインで、これまではコミュニティシェーダーはディスコード版の JAIE ビルドと Nexus の 1.4.11 を使う前提で組んでいましたが、今回から誰でも使える Nexus 版の CS1.5.2 に移行して、それに合わせてリシェードを調整し直しました。 1.5.2 になって HDR も使えるようになったので、見た目はかなり良くなったと思います。ただ正直に言うと JAIE ビルドと比べたらビジュアルのピークは落ちています。それでも一部の人しか使えないのではリストとしての意味がないので、今回はビジュアルの改善よりも誰が使っても一発で同じ環境がしっかり動く実用性を最優先して、あえてこちらに変更しました。これからは見た目をきれいにする段階はもう終わって、今回からは1400個のモッドを誰もが快適に遊べる安定版としての挑戦になっていきます。初めて見る方のためにこのつゆだくがどういうパッケージなのか、中身の構成をサクッと紹介しておきます。まずベースとなる景観はノーザンローズ、バナヘイムランドスケープ、ネイチャーオブワイルドランズ、フリークスフローラです。少し重いですが、どのエリアを歩いても思わず足を止めて眺めたくなるほどかなり綺麗な景色が広がっていると思います。そしてキャラクターのボディは 3BA と頻母、そこに対応する衣装としてフォースアンノーン、OB、L、センチネルあたりを中心に置き換えとスタンドアローの衣装を数百個導入してあります。導入された衣装は NPC のデフォルトのものが置き換えられたり、トレーダーが販売したり、クラフトできたり、ボックスの中で見つけられたりと、衣装を集めるだけで膨大な時間がかかると思います。クエスト関連はレガシー・オブ・ドラゴン・ボーン、3DNPC、フォーガットン・シティ、ウィルムス・トゥース、フローズンハートなど数は欲張っていませんが、その分一本一本がしっかり遊べる大型モッドを厳選して導入しています。アニメーションは MCO です。フォーオナーのモーションがメインで、スタンスを切り替えたり専用の武器を装備することで別の戦闘スタイルに切り替えて戦える仕様になっています。これだけの環境がワバジャックを使えばワンクリックで手に入ります。基本的にはこういう構成ですが、ただやっぱり1400個程度のリストでも使う人の環境によってクラッシュなどの問題は出てきます。ただ前回のバージョン 1.3 あたりからかなり安定はしてきたと思います。ひたすらプレイと微調整を重ねてきました。その結果現状僕の環境ではほぼ CTD は起きないところまで不具合を潰せてはいると思います。あらゆる環境を完璧に想定するのは難しいですが、今回の Nexus 版 CS への移行も含めて今までで一番安定したリストに仕上がっていると思います。ぜひ皆さん使ってみてフィードバックをコメントなどでいただけると嬉しいです。あと今回のリストはワバジャックの自動インストールが終わった後、ゲーム起動前に最後の仕上げとして PG パッチャーやボディスライドの実行などいくつか手順が必要になります。手順自体はツールを立ち上げてボタンを押すだけなので、初めての人でも迷わないようにこの後導入手順の中で画面を見せながら分かりやすく解説します。それでは前置きはこれくらいにして、実際にワバジャックを使ってこの1400個の環境を皆さんの PC に導入する手順に移ります。あらかじめスカイリムはクリーンインストールを行っておいてください。一度スカイリムをアンインストールしてSteam のコモンフォルダを確認して、ここでまだスカイリムのフォルダが存在している場合はフォルダごと削除します。その後改めてスカイリムをインストールします。この時できればというか必ず C ドライブを避けて OS の入っていない他のドライブにゲームをインストールしてください。 D でも E でも F でも OS のドライブでなければどこでもいいです。この後インストールするワバジャックとつゆだくのリストもインストール先をこのドライブに統一しておけば分かりやすいと思います。インストールできたところで、もしアニバーサリー DLC をお持ちの場合は Steam でチェックを外して無効にしておきます。ここまでできたらワバジャックでの作業を始めます。最初に概要欄のリンクからつゆだくのワバジャックファイルをダウンロードしておきます。次にワバジャックの導入です。あらかじめワバジャックエグゼを格納するフォルダを C ドライブ以外に作っておいてください。名前は分かりやすいものにしておきます。次にワバジャックのサイトからワバジャックエグゼをダウンロードしてください。ダウンロードできたら先ほど作ったフォルダの中にエグゼを配置して起動します。
起動するたび更新の確認があるので、毎度起動には少し時間がかかります。起動できたら左下の歯車マークをクリックします。ログインの項目で、ここからワバジャック経由で Nexus にログインしておきます。ここで一つ注意点として、Nexus をプレミアではなく無料でお使いの方は、リストのダウンロードにものすごく時間がかかります。下手すると丸々1日とかかかりますので、あらかじめ覚えておいてください。プレミアムであれば回線の状況にもよりますが、このリストなら1時間から2時間程度で終わります。僕の環境では30分程度でダウンロード自体は終わっています。Nexus のログインが終わったらリストをインストールしていきます。ブラウズリストをクリックしてページを読み込むまで少し待ちます。読み込みが終わったら右上のインストール from リストをクリックしてダウンロードしたつゆだくのリストを指定します。インストール画面が開いたら C ドライブ以外でリストをインストールするフォルダを作成して指定します。このフォルダ名はちゃんと覚えられるわかりやすい名前にしてください。フォルダを作ったらインストールを開始します。インストールが始まると最初にハイポリヘッドとマクサスブロックオーバーホールのダウンロードを促されますが、この2つはダミーページが存在するのか、ワバジャックでページが開けません。なので自分で手動でダウンロードしてダウンロードフォルダに放り込んでおきます。×ボタンでサイトを閉じて他の元のダウンロードが始まったのを確認したら、一旦キャンセルしてインストールを中断します。その後概要欄のリンクからハイポリヘッドとマクサスブロックオーバーホールをダウンロードします。ダウンロードした ZIP ファイルを先ほど作成したリストのインストールフォルダのダウンロードフォルダに放り込みます。これでまたワバジャックのインストールを再開します。先ほどと同じ手順でワバジャックファイルを指定してインストール画面を開いたら、インストールフォルダはすでに指定されていると思うので、そのままインストールを開始します。あとはひたすら待ちます。モッドのダウンロードの段階でサイト側のサーバーの問題でダウンロードに失敗してエラーが出ることがあると思いますが、何度かリトライすることでダウンロードが進むと思います。ダウンロード後自動でモッドが解凍されてインストールが始まります。一見ワバジャックが止まっているようにも見えることがありますが、裏でしっかり動いていますので中断しないでください。インストールが完了するとこの画面が表示されます。ここまでいかないとリストは動きませんので最後まで確認してください。完了画面を閉じてリストをインストールしたフォルダを開くと、下の方に MO2 の起動エグゼがあるので起動します。これでつゆだくのリストが完成です。この後ゲームを始める前にいくつかの作業が必要になりますので続けて説明していきます。時間はかかりますが、ここで説明する手順はゲームを起動させるために必須なもの以外の推奨作業もできれば全て完了させてください。では作業を進めていきます。まず最初にボディスライドをバッチビルドします。右上のプルダウンからボディスライド X64 を選択して起動します。起動まで少し時間がかかります。起動したら右下のセッティングをクリックして設定画面を開きます。この時ゲームデータパスが自分がインストールしているスカイリムのデータフォルダを正しく指定しているか確認してください。ドライブの指定など違うかもしれませんので、一度ブラウズをクリックしてスカイリムのデータフォルダを指定し直した方が確実です。ここがきっちり指定されていないとプレビューでテクスチャが表示されません。パスが指定できたら元画面に戻って左下のバッチビルドをクリックします。バッチビルドの画面が表示されたら何も触らずビルドしてください。ビルドの内容はあらかじめセレクトしてあります。バッチビルドが終わったらボディスライドを閉じて左ペインの下の方にある保留のセパレータ内、ボディスライドを右クリックしてエクスプローラーで開くをクリック。この中にメッシュフォルダが生成されていればビルド成功です。では次に行きます。プルダウンからパンドラを選択して起動します。パンドラが起動したらチェックが全てに入っていることを確認して下の矢印で実行します。完了したらパンドラを閉じてボディスライドの下にあるパンドラのフォルダを先ほどと同じように開いてファイルが生成されているか確認してください。これでアニメーションファイルが統合されて導入している戦闘アニメーションなどが動くようになります。次は PG パッチャーを回します。PG パッチャーを回すときは左ペインの TexGen と DIND/LOD を一時的に無効にしておきます。その後プルダウンから PG パッチャーを起動します。起動したら設定の方が概要欄に貼ってあるスクショ通りになっているか確認してください。
インストールしたモッドリストのフォルダもしっかり指定してください。PG パッチャーの出力先もドライブの指定以外、きっちりスクショと同じパスを指定してください。ZIP 出力にはチェックを入れないでください。このリストでは MO2 のモッドフォルダにルーズファイルで直接出力する必要があります。出力先の PG アウトのフォルダの中には LOD 生成前に出力した PG パッチャーの ESP が含まれています。PG パッチャーの出力が Nexus などで配布できない都合上、LOD 生成後、モッドリストをインストール後に PG パッチャーを回すことになりますが、この LOD 生成前の ESP があれば、PG パッチャーはこのプラグインを読み込んで以前の出力を再現してくれるので、DIN と LOD のテクスチャの不一致がほぼ起きません。PG パッチャーの処理が始まるとしばらくして競合管理の画面が開きます。ここはそのまま OK をクリックしてください。その後数分で PG パッチャーが完了してログが開きます。OK で完了したら PG アウトのフォルダの中を見て ESP 以外のファイルが生成されているか確認してください。その後無効にした TextGen と DIN と LOD を有効にしてください。この方法で PG パッチャーを回せばほぼテクスチャの不一致が起こることはありません。モッドを追加したりして新しく PG パッチャーを回し直した後 LOD を生成するのがめんどくさいという時にも使えるので試してみてください。ただ稀にちょっと怪しいところが見えたりもするので、やっぱり LOD を生成し直すのが確実ではあります。次にルートを回します。新たに PG-ESP が生成されたので、右ペインのロード順をルートで整理しておきます。ルートを起動する前に必ずプルダウンから編集をクリックして、ルートの実行ファイルと引数のドライブをリストをインストールしたドライブに変更してください。僕は F ドライブにリストをインストールしているので、ここが F になっていると思いますが、D ドライブにインストールした方は F を D に変更してください。確認して変更したら適用して OK で閉じます。それからルートを選択して起動してください。ルートが開いたら左上のプルダウンが TES5 になっているか確認してください。あと左のプラグイン一覧を下にスクロールしてプラグイン名の右に丸いアイコンがついているか確認してください。このアイコンがついているプラグインは並びが最適な位置に来るようにメタデータを編集している印です。もしこのアイコンが一つもないようならメタデータの設定が読み込まれていないので絶対にルートを回さないでください。ロード順がめちゃくちゃになります。何もせず一旦終了してください。アイコンがついていれば設定がちゃんと読み込まれているはずなのでプラグインのソートでルートをかけます。並びが変わったらソートを適用して終了します。もし自分でモッドを追加した時などはその都度ルートを回してください。このリストに最適なロード順に並び替えてくれるはずです。あと先ほどのアイコンがついてない状態の場合はルートではなくて手動で右ペインのプラグインを並び替えます。プラグインタブで一番下までスクロールさせて PG1ESP、オクルージョン、DIN と LODESP を3つとも FWMF4 ファンタジーペーパーマップの上に持っていきます。そしてオクリュージョンを DIN と LOD の下に。これでロード順は大丈夫です。では次ですが、ここからは任意の作業になります。ただパフォーマンスにかなり影響する設定になりますので、ぜひ実行してください。まずはベスイニを回します。プルダウンからベスイニを選択して起動します。スカイリムを選択してポップアップが表示されたら MO2 を閉じて OK をクリックします。ベスイニが開いたらセットアップのタブを開いて MO2 のパスが指定されているか確認します。次にその下でプロファイルのパスも指定します。そこまでできたらベーシックのタブに移動して解像度を環境に合わせて変更します。それからプリセットのミディアムをクリックしてセーブして完了です。これでスカイリムイニが最適化されます。もしパフォーマンスなどに余裕がある場合は後から同じ手順でプリセットをハイとかウルトラに設定し直すこともできます。次は VRAMR の実行。VRAMR は導入されているテクスチャを全て監視して最適化してくれるツールです。選択する解像度の設定によって画質は下がりますが、パフォーマンスは向上します。僕の4080では 4K で遊ぶ場合、これを回さないとまともに動きません。試しに一度スカイリムを起動して動かしてみてください。重いと感じた場合はぜひ VRAMR を回してください。それではやってみます。プルダウンから VRAMR を選択して起動します。起動したらポップアップを閉じてください。最初にテクスチャの解像度をどの程度下げるか選択します。おすすめはパフォーマンスですが、
ご自分の環境に合わせて選択してください。ただ VRAMR は一度処理が始まると1時間以上終わらないので、確実に効果が出そうな設定で回して、余裕がありそうなら次回少し高めの設定で回して、新しい最適化ファイルを作っておくのがいいと思います。各設定ごとの VRAMR のファイルを何個も持つことができて、任意に切り替え可能です。今回はパッと見でも画質が劣化したのがわかりますが、間違いなく効果が実感できるパフォーマンスで回しますので、P を入力します。次に出力先のフォルダを指定します。これはドライブのみを指定します。次に MO2 のプロファイルを指定します。リストをインストールしたフォルダのプロファイルフォルダからつゆだくを指定します。これであとはのんびり待つだけですが、VRAMR のテクスチャコンバーターは Windows のセキュリティに引っかかりやすいです。なので処理が途中で中断してテクスチャが圧縮されずにそのまま出力されることがあります。VRAMR があっという間に終わってしまったり、出力ファイルが 70GB とか大容量になっている場合はコンバートされていません。その場合 MO2 を管理者権限で起動して VRAMR をやり直したり、VRAMR の TEX コンバーターエグゼを Windows セキュリティの除外対象に入れてみてください。あとは一度 PC を再起動すると解決することもあります。問題なく VRAMR が完了すると、最初に指定したドライブに十数ギガの VRAM のフォルダが生成されています。そのフォルダ内のドラッグドロップ This フォルダ into Mod Manager と長々と書かれたフォルダをドラッグ&ドロップで左ペインの TextGen と DINとLOD の間に配置してください。その後 Mod を有効にして完了です。では最後にリシェードも導入しておきます。最初に概要欄のリンクからリシェードプリセットをダウンロードして解凍しておいてください。次に MO2 の左ペインでどこでもいいので右クリックして上に空のモッドを作成、リシェードと名前を付けます。作ったリシェードを右クリックしてエクスプローラーで開く。そのフォルダの中にルートフォルダを作ります。このフォルダ内に先ほど解凍したつゆだくのプリセットを配置します。スカイリムにリシェードをインストールした後、リシェードのファイルもすべてここに移しますので、できればこのエクスプローラーのウィンドウは開いたままにしておいてください。次にリシェードのサイトから本体のエグゼをダウンロードします。ダウンロードしたエグゼを起動して検索欄にスカイリムと入力するとスカイリムエグゼが出てくるのでクリックします。次に DirectX 10、11、12を選択します。次の画面でブラウズをクリックして持つフォルダのリシェードフォルダ内ルートフォルダに配置したつゆだくイニを指定します。これで必要なエフェクトのみがインストールされますので、あとは NEXT で進めて完了です。これで Skyrim のゲームフォルダにリシェードのファイルが展開されているので、必要なファイルをすべて先ほどの MO2 に作ったリシェードフォルダのルートフォルダ内に放り込みます。必要なファイルを全部移動できているか、動画を一時停止するなどしてよく確認してください。あとは有効化すれば導入完了です。ではこれで一通り準備ができましたので、早速 SKSE ローダーでゲームを起動します。通常のゲームエグゼではなく SKSE ローダーで起動してください。初回起動時はコミュニティシェーダーのシェーダーコンパイルが始まるので10分程度時間がかかります。この時 CPU 使用率が爆上がりするので他の作業はできないと思ってください。次回からの起動はシェーダーコンパイルが始まることはありませんが、このリストはゲームが起動するまで3分から5分程度かかりますのでのんびり待ってください。ということでこれで無事にスカイリムを遊べるようになったと思いますが、ゲーム内での元の使い方などわからないことはコメントやメンバー限定のディスコードチャンネルで聞いてください。元の使い方をある程度説明するだけでも動画1本できてしまうと思うので、今回は収録していませんのであしからず。ということでちょっと長くなってしまいましたが、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。